はいどうも、今日はですね、盆栽超初心者向けのですね、講座というかお話としてですね、冬の置き場とあと水やりの仕方、あと冬凍った時どうするかとかね、そういう話をしたいと思います。もう盆栽結構やられてる方にはそんなの当たり前だよっていう感じだと思うんですけど、僕がねよく行く和泉っていうお店では、あそこは別に盆栽専門店ではないので、本当に盆栽初めてだったり、盆栽どころか園芸すらやられたことがないっていう方も結構いらっしゃって、そういう方に向けてですね、本にすら書いてないようなちょっと本当最初の大事なところみたいなことをねお話しできればと思って今日は動画撮ってます。で、まず、最初に冬の置き場からいきましょうか。木もねいろんなパターンがあって、季節場所もいろんな場所によって違うので、あくまで東京のこの僕のベランダ基準になるんですけど、この僕のベランダの基準では冬にまず室入れする必要はもうゼロです。いわゆるですね、順番にいきましょうか。いろんな木のパターンがあると思うんですけど、まずはこの松ですね。小白類松とかヒノキですね。この辺はもう冬全然寒くても全然大丈夫なので、北風がねビュービュー当たるようなところに小さいのわざわざ置くのは良くないと思うんですけど、そうじゃなければこういうベランダの奥の方というかこっち側のね風が当たらない方だったら別に大丈夫だと思います。もう本当にうちみたいに南側に向いているベランダだったらその辺置いとくだけで全く問題ないです。で全然大丈夫で、次に雑木類ですね。こういう葉っぱが秋になってツンツルテンになるタイプ、こういうのもさっきの松やヒノキと同じでその辺置いといて全然大丈夫です。それによって何かダメージを受けるってことは、この東京の、そうだな真ん中とかちょっと山梨寄りになると話違うと思うんですけど、そうじゃない限りは基本大丈夫です。で次は常緑樹っていうのですね。こういうガジュマルとか、あとはこのヒメハクチョウゲもそうですね。こういうものはちょっと冬ね若干弱いので、ガジュマルだと一応ね冬そのまま棚に置いといたことあるんですけど、大丈夫っちゃ大丈夫です。一応葉がね少し茶っこくなりますけど枯れたりはしないです。ただ、できれば室内に入れた方がいいかなという感じですね。でこっちも同じですね。ヒメハクチョウゲも同じ。本当に寒い時に寒い風に当たるようなところに置いちゃうと、弱るし最悪枯れたりするので、そこだけ注意が必要です。で次は草物ですね。ヒメトクサとか、あとは、うちにあるの関所、他にはあとこういうのもあったな、うずらばタンポポとかね。この辺はね冬寒くても結局上の部分ですか、この表面より上の部分は、枯れたりして春にまた芽が出たりするので、これもまたあんまり気にする必要ないです。他のと同じようにわざわざ寒いところに置いとくのは良くないと思いますけど、草なんてその辺に生えてるのを見てもらうと野ざらしの結構あったりすると思いますし、冬はチリチリになって枯れてまた春になったら出てくるっていうのをね見てらっしゃると思うので、そんな感じで大丈夫です。で以上4つですね。小白、雑木、雑木の中でも、落葉樹と常緑樹とあと草物ですね。こんな感じで置いとけばいいかなと。でどれもですね置くときに注意が必要なのはやっぱりね表面、この土の表面ですね。分かりやすいのがいいな。いいかこれで。この土の表面を、凍らせないようにすることですね。表土が凍るとですね、やっぱり良くないわけですよ。もちろんあんまりにも寒い日がたまたまあって、その夜だけ凍って翌日か朝から日が当たって溶けるような感じだったら、それはもう何もしなくて大丈夫なんですけど、これが地域によっては2日も3日も4日もずっと凍ってるっていう風になったら、これはそういう場所では冬季保護が必要なので、凍らない場所にちゃんと保護してあげてください。
で凍ると何が良くないかっていうと、土というか氷土が凍ってるっていう状態はこの鉢の中にある水分が全部氷の状態になってるわけですよね。全部が全部ってわけじゃないと思いますけど、ほぼ凍っちゃってて、それって土の中にある水分をこの木が吸えない水切れの状態と同じことになるので、これはちょっと気をつけてくださいと。で、それでですね、仮に凍ったとして、凍った場合にどう対処するかっていう方法もあると思うんですけど、凍ってるからってなんか外に雪が降った時に道凍ってるような感じで熱湯をかけたら絶対ダメです。熱湯どころかちょっと温水とかもやめた方がいいです。どうしてもすぐ解凍、凍ってるのをね戻さなきゃいけないってなったら、それはお刺身の流水解凍のごとくですね、普通の水道水レベルの温度のものをずっとかけといて、解凍するしかないです。大体あったかいとこだとたまたま1日凍ったぐらいじゃですね、すぐ昼とかには土溶けてるので、土溶けてるは変だな、氷土が固まってる凍ってるのは水に戻ってくるので、あんまり気にすることはないんですけどね、そこだけ注意をしていただければと。で同じように熱湯関係で言うと、冬寒そうだからって言ってあったかい水をかけてあげるっていうのもね良くないので、あげるんだったら必ず普通のお水ですね。そんなに冷たくても大丈夫かな。外を汲み置きしてる水でも大丈夫ですし、水道水からかけても大丈夫です。そんなとこかな。基本的に木はですね、冬耐性があるものについてはマイナス10度ぐらいまでは行っても凍らないらしいので、東京だとね、そんなにマイナスになる、最低気温がマイナスになる日自体がそもそもそんなにたくさんないですし、雪降っても2月とか3月に多くて 2,3 日っていうぐらいだと思うので、ここはあんま気にする必要ないですね。であとね、早稲にあったちょっと質問というかちょっと変わった現象として、初心者の方がですねよく土を買いに来るっていう風に聞いて、土って植え替えも自分でしないのに何に使うのと思ったんですけど、水やりをする際にこういうとこをですね、ペットボトルとか多分水道水から蛇口ひねって直で上げてると思うんですけど、それによってね土が飛んじゃって減ってるから足してるらしいんですけど、これはですねできればちゃんとしたじょうろを買ってもらったり、こういうベランダに蛇口ついてる方はホースをねつないでなんていうんですか、目の細かい水の出るノズルを買ってもらってやってもらいたいなと思います。でじょうろもですね100円ショップにあるのとかだとちょっとね、なんて言ったらいいんだろうな、穴が大きすぎて、この部分ですね、この水が出る部分のこの一個一個の穴が大きすぎてですね、水の玉がむちゃくちゃでかいので、その重さでドンと落ちるとやっぱり土が飛んじゃうので、そーっと上げるか、そうだな、そう難しいなこれ買ってくださいって一番早いんですけど、このレベルのこの根岸産業っていうね銅製のじょうろ、ステンレスとか真鍮もありますけど、これ買うと1万8000円とか2万円とかするので、もうずっと続けるんだという気合がある人、覚悟ができた人はぜひ買ってもらいたいなと。ベランダに蛇口があればね、そのノズル買うのが一番安いんでいいんですけど、そのノズルもね思いっきりバッシャーやったらやっぱ飛ぶので、そこら辺は水圧気をつけてもらって、あんま飛ばないように。本当にこういうのを使うと土がね植え替えた後はすぐ飛んじゃうようなふわっと乗ってる感じなんですけど、しばらく経つと氷土が落ち着く、土が落ち着くって言ってあんま動かなくなるんですけど、どっちの状態にしてもうまいことですね、水がちゃんと浸透していって土が飛ばなくなりますので、そういうのを使ってもらいたいなと思います。ということでですね、今日は本とかネットにもあんまり載ってないような本当に初心者の方向けのお話をしてみました。
まあこのチャンネルではですね他にもそういった質問を受け付けてますので、いやーどこで聞いたらいいかな、いやこんなん聞いたらまずいかなっていうような質問でもコメント書いていただいて、コメントでその収まる範囲であればすぐパッとね返信しますし、これはちゃんと動画撮って、物見せながら5分とか10分喋った方が分かりやすいかなっていうものは動画化しますので、是非ね、コメントもよろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。ではまた。麦麦はいはいはい、帰りますよ。